こんにちは、青22号です。レベルのフォード GT ルマン2017を作っています。前回はボディにサーフェーサーを塗るところまで進んでいましたが、今回は表面をペーパー開けしていきます。タミヤの600番の耐水ペーパーを使って表面を削っていきます。力はほとんど入れないように注意します。軽く表面をやすっていくと、すぐにサーフェーサーが削れたところとそうでないところが現れます。削れたところはプラスチックの白の色が出てきて、削れてないところはサーフェーサーの黒が残ります。軽くやすって白と黒の模様が出てくるということは、その部分は平らではないということがわかります。そのままやすり続けて、やすっているところが白くなるまで続けます。こうすることで微妙な表面の高低差を少なくしていくことができます。もちろん表面にはパーティングラインによる段差などもあるので、それらを合わせて処理していきます。力を入れすぎると余計なところが削れてしまうので、とにかく力を入れずにやすっていくことが肝心です。やすっていくときに指が入りにくいところはピンセットを使います。形状的に指が入りにくい場所というのはやはりどうしてもあるものです。そういったところを無理にやすろうとするのではなく、ピンセットを使うことで表面に無理な力をかけずにやすることができます。ピンセットだと表面に力を加えにくいと思うかもしれませんが、加える力はその程度で十分です。胴体後部の接合面は合わせた時に少しでも隙間を少なくするために逆テーパーになるように削っておきます。その他可能な限りサーフェーサーが残っているところを削っていきます。指が届く場所でも細かいディテールがあるところもピンセットを使うことで余計なところを削らずに済みます。こういったところをしっかりと仕上げておくと、完成後の全体的なイメージのシャープさが変わってくることになります。細かい部分はそれ単体でじっくりと見られることはあまりないかもしれませんが、出来上がった作品をパッと見た時の全体的なイメージというのは意外とこういった細かい部分に左右されやすいところがあるものです。これはエンジンのパーツですが、ご覧のようにパーツが反っているのでぴったり合いません。またダボが少しずれているので合わせると微妙にずれます。というわけでダボはカットしてしまいます。位置合わせのガイドがなくなることになりますが、そのガイドがずれているならなくても同じです。合わせる断面はウェーブのスティックヤスリで平らにしておきます。反っているところは片側ずつ接着していきます。反対側が浮いた状態でまずは片側をしっかりと接着します。乾かしている間に他のところを作業します。他のパーツも同様に接着面をやすっておきます。先ほど接着したところが乾いたらもう片側を接着します。接着断面となるところは基本的に全てスティックやすりで平らにしておきます。こうすることでパーツ同士の接着を確実なものにしておきます。ゲート跡やバリなどをそのままにしておくとうまく接着できなくなります。ただしヤスリ掛けするときは部品同士がどのように合わさるのかを確認しておきます。形にテーパーがついていることがありますが、パーツによってはそのテーパーの形に合わせて作られている場所もあるので、むやみに削ってしまわないよう注意します。接着には流し込み系のプラスチック用の接着剤であるクレオスの SP を使っています。一部ダボの位置の精度が悪いところがあるので、そういった場所はダボをカットしています。ヘッドカバーはエンジン本体とは違う色で塗ることになりますが、先に接着してしまい、塗装はマスキングして塗り分けます。エキゾーストマニホールドはパーティングラインを軽く処理しておきます。最初に大まかにデザインナイフで削り、その後は刃を立てて削るいわゆるカンナ掛けをして終わりとします。エンジン周りをある程度組み立てたら、改めて黒サーフェーサーを塗っていきます。接着断面をヤスリ掛けしたり、ゲート跡などが白く残っているので、黒サーフェーサーを再び塗って一旦全体を黒くしておきます。
ファンベルトのゴム部分などは黒サーフェーサーで塗ったところをそのまま艶消し黒として使ったりもします。希釈の比率はだいたい1対2くらいで薄めています。続いてメタルブラックを塗っていきます。映像では黒サーフェーサーとの違いが分かりにくいですが、シリンダーヘッドカバーのところを中心に塗っていきます。これは主に実写ではカーボン模様のあるところに塗っています。この後マスキングして本体をシルバーなどで塗っていきます。その他の実写でカーボン模様となっているパーツも同様に塗っていきます。メタルブラックの希釈率はだいたい1対2程度にしてあります。ご覧いただきありがとうございました。また次回お会いしましょう。青22号でした。